広大な大地、アラスカ。ここは世界で3番目に広い場所で、その面積はなんと約170万平方キロメートルもあります。北には北極海、東にはカナダ、西にはベーリング海、そして南には太平洋が広がっています。この地の主役ともいえるのがアラスカ山脈です。その最高峰であるデナリは、高さ6190メートルという圧倒な存在感を放っています。先住民の方々は、この山を神々の山と呼び、古くから聖なる場所として大切にしてきました。気候は場所によって全く違います。北の方はツンドラ地帯と呼ばれ、夏になっても氷点下まで冷え込むことがあります。一方で南の海岸沿いは、比較暖かく雨や雪が多い地域です。こうした多様な気候があるからこそ、豊かな生き物たちが集まり、巨大な氷河が作られました。アラスカ全体で氷河が覆っている面積は約10万平方キロメートルに及び、ハドソン湾氷河やマルチノム氷河といった、想像を絶するほど大きな氷の塊が点在しています。アラスカの物語は、18世紀41年から動き出します。ロシアの探検家、ビクトル・ファン・ロムロフがこの地に降り立ち、ロシア帝国の植民が始まりました。当時は毛皮貿易がとても盛んで、ロシア、アメリカが医者が作られると、大量の毛皮が欧米へと運ばれました。しかし、19世紀67年、大きな転換点が訪れます。アメリカ合衆国がロシアからアラスカを720万ドルで購入したのです。この取引は、当時の人々からセワードの愚行と笑われましたが、今では歴史なアラスカ購入として知られています。その後、2595年にアラスカはアメリカの第49州として正式に加わり、急激に発展しました。その大きなきっかけとなったのが、ゴールドラッシュです。最初の波は、1896年から1899年にかけて起きたクロンダイク、ゴールドラッシュでした。ユーコン川の上流で金塊が見つかると、数万人もの人々が金を目指して北西部へと押し寄せました。さらに1899年から1909年にかけては、ノーム湾の周辺で砂金が大量に見つかり、海岸線が金の光で照らされたと言われています。このゴールドラッシュは、単に金を掘るだけではありませんでした。鉄道が作られ、港が広がり、新聞や電報などの通信網が遠い場所まで届くようになりました。金の価値が上がったことで、多くの投資家や労働者が集まり、人口が急増したのです。この時代に作られた町は、今でも観光地として親しまれています。けれど、金の採掘は自然に大きな傷跡を残しました。森が切り倒され、川が掘り起こされたことで、土壌が削られていきました。さらに、採掘で出たゴミが川に流れ込み、魚たちが住む場所を脅かしました。こうした人間の活動は、後の氷河の変動にも関わってくることになります。アラスカの氷河は、何千年もの間、地球の気候の記録を保存してきたタイムカプセルのようなものです。山に積もった雪が、長い時間をかけてぎゅっと押しつぶされ、氷へと変わります。そして、氷の内部が変形したり、底が滑ったりすることで、ゆっくりと流れ出します。夏になると氷が溶けて後退し、その繰り返しによって、モレーンや U 字谷という独特な地形が作り出されました。2020年代に入ると、衛星やドローンなどの最新技術で、氷河の様子が詳しくわかるようになりました。例えばマルチノム氷河は、2020年から2024年の間に、1年あたり平均30メートルずつ後退し、全部で1200メートルも後退しました。これは、地球全体の温暖化が進んでいることを示す、とても重要なサインです。この氷河の変化は、そこに暮らす先住民の方々の生活に深く関わっています。アラスカには、イヌピアット、ユピック、アサバスカン、キリングイット、ハイダといった多様な民族が暮らしています。彼らは氷河や川、海氷と共に生き、季節に合わせて狩りや漁を行い、自然のサイクルの中で生活してきました。北極海沿岸のイヌピアットは、クジラやアザラシを狩り、半地下のイグルで暮らします。ベーリング海沿いのユピックは、
サーモンが川を登ってくるのを待ち、カラブという漁を行います。内陸の森に住むアサバスカンは、トナカイを飼いながら狩りをし、家族や親戚の強い結びつきを大切にしています。ジュノー湾の沿岸に住むティリングイットは、カハンという樽のような船を操り、トーテムポールに一族の歴史を刻みました。そして島々に住むハイダは、素晴らしい彫刻芸術を発展させ、長老たちが知恵を次世代に伝えています。彼らは歌や詩を通じて、歴史を語り継いできました。創世神話や自然を敬う物語は、氷河や山、海の姿が変わることと深く結びついています。例えばティリングイットの神話には氷の巨人が登場し、氷河が後退することは、巨人が眠りにつくことだと言い伝えられています。彼らにとって氷河は単なる氷ではなく、心の拠り所なのです。しかし最近、気候変動で氷河が溶けることで、伝統な暮らしが危機にさらされています。ユピック族は海氷が減ったため、セイウチやアザラシを捕まえるのが難しくなり、食べ物の確保に苦しんでいます。アサバスカン族は、氷河が後退して飲み水となる淡水が不安定になり、昔からの狩りのルートが失われつつあります。これは単に物がなくなるだけでなく、心の故郷を失うような、ソラスタルジアという深い喪失感をもたらしています。そこで始まったのが、先住民の知恵と科学技術を組み合わせる取り組みです。2021年から始まったクリオスフィア、ウォッチャーズ、イニシアティブでは、12の集落が自分たちで氷の厚さや動物の動きを調べ、2023年までに1842件ものデータを集めました。そのうちの約10件に8件が科学な観測結果と一致しており、先住民の観察がいかに正確であるかが証明されました。また、タク氷河とティリングイット族の共同研究では、長老が語る氷の音や色、ひび割れ方のパターンを、レーダー測定などの科学データと統合しました。その結果、2022年の氷河の後退速度は、従来の予想より 14% も速い、年率 3.7 メートルであったことが分かりました。この成果は、世界な科学雑誌であるネイチャー、クライメイト、チェンジに掲載され、大きな注目を集めました。さらに2020年には、先住民が自分たちの伝統な土地を文化生態系サービス区域として登録できる制度が導入されました。2023年までに17の地域が登録され、そのうち9つの地域には氷河期の遺跡が含まれています。州から予算が配分され、先住民の監視員が配置されることで、文化と自然の両方を守る取り組みが進んでいます。こうした動きをまとめたのが、2024年3月に発表されたアークティック・フューチャーズ・ラボの提言です。ここでは、統合インディジナス、サイエンス、ガバナンス、モデルという新しい仕組みが提案されました。先住民の知恵を持つ人、気候科学者、政策を作る人、そして AI のエンジニアからなる15人の委員会が作られ、2025年から5年間、3つの大きな氷河流域で実証プロジェクトが行われます。予算は、国家科学財団や先住民自治体、そしてノルウェー政府からの支援で賄われています。このモデルのすごいところは、これまでの科学が先住民の知識を補うという関係を逆転させたことです。まず先住民の知恵が研究のテーマを決め、それが政策の土台になるという考え方の根本な転換を目指しています。2023年のアンケートでは、回答した412名のうち367名が、自分たちの知識が政策に反映されたと感じており、環境政策への納得感がこれまでの3倍以上に高まりました。アラスカの歴史は、ロシアの植民からアメリカへの売却、ゴールドラッシュによる開拓、そして先住民の方々が刻んできた長い時間が交差する、壮大なドラマです。氷河は過去の気候を伝えるタイムカプセルであり、同時に先住民の精神な柱でもあります。伝統な語り継ぎと科学な観測が手を取り合うことで、私たちは地球環境をより深く、正しく理解できるはずです。未来へのビジョンとして、2030年までに、
アラスカのすべての国立公園などで先住民の監視ネットワークを法律で義務付けることが提案されています。科学データと伝統な知恵を同じ価値を持つ証拠として統合できれば、環境の変化に素早く、そして公平に対応できるようになります。それは先住民の文化を守るだけでなく、地球全体の気候変動対策にも大きく貢献することでしょう。ここで、さらに詳しく歴史を振り返ってみましょう。ロシア支配の時代、18世紀末にロシア帝国はシベリア横断隊を派遣し、現在のアラスカ南部にサンタ・バーバラという最初の交易所を築きました。ここは毛皮貿易の重要な拠点となり、ユピック族やクチュカン族の人々と怪獣の油や木材などの取引が行われました。また、ロシア正教会の宣教師が持ち込んだ聖書が、交渉文化と文字文化を融合させました。先住民の言葉に翻訳され、歌として伝えられたことで、信仰と伝統が共存する独自の儀式が生まれました。次に、1867年のアラスカ購入、通称シェイクスピア、ディールについてです。当時のアメリカ議会は、西部開拓の足がかりにするため、約720万ドルで領土を買い取りました。しかし、この取引は遠いワシントンで決められたため、現地の先住民たちにはほとんど知らされていませんでした。購入後の数年間、アメリカ政府は先住民への保障や土地の権利をはっきりさせず、多くの部族が土地を失い、生活基盤が崩れるという悲劇に見舞われました。特にカナダとの境界付近にいたイヌピアック族は、新しい行政区画に組み込まれたことで、狩りをする範囲が半分に減り、深刻な食糧危機に直面しました。そして、ゴールドラッシュの具体なエピソードです。1896年にクロンダイク川流域で金が見つかると、世界中から人々が集まりました。その中で、スウェーデン出身の鉱山技師オーレヘルムが導入した水力上げほど法というやり方は、それまでの手掘り方式に比べて効率に金を採掘することを可能にしました。1867年、アメリカがロシアからアラスカを買い取ったことで、この地の運命は大きく変わりました。当時のロシアは、遠く離れた場所を支配し続けるお金と手間にと悩み、手放すことに決めたのです。一方でアメリカは、西への開拓を進め、太平洋の航路をしっかり確保したいという狙いがありました。こうして、アラスカは新大陸への入り口となり、海軍の船が沿岸の地図作りを急ピッチで進めていきました。この頃、もともとここに住んでいたイヌイットやアレウト、ユピックといった先住民の人々は、やってきた欧米の人たちにさまざまな形で対応しました。もたらされた銃や毛皮の製品は、部族同士の力のバランスを変え、狩りの範囲や移動の仕方に影響を与えました。しかし、彼らが代々語り継いできた知恵は、厳しい氷の世界で生き抜くための宝物でした。氷の割れ目からどこに水が湧き出るか、いつ魚が集まるか、こうした伝統な知識は、後に科学者が氷の溶け方を研究する際の、とても大切な資料となったのです。そして、世界を揺るがすゴールドラッシュがやってきます。1896年、デナリ川の上流で金が見つかったことで、翌年には数千人もの人々が金を目指して内陸へと押し寄せました。この大移動によって、鉄道が作られ、補給基地が置かれ、ジュノーやフェアバンクスといった町が急成長しました。けれど、そこは過酷な世界でした。冬の凍った大地での生活は、まさに氷の中での生き残り戦。採掘者たちは、先住民が持っていた氷の音を聞いて状態を判断する知恵を頼りに、厳しい自然に立ち向かったのです。さらに、採掘の効率を3倍にまで高める新しい技術が登場し、金の産出量は一気に増えました。しかし、この技術には大量の水が必要でした。そのため、川の水量が変わるとすぐに作業が止まってしまうという不安が常にありました。ついに1902年、大洪水が起こります。採掘用のダムが決壊し、数百トンもの泥と砂が町を飲み込み、家や道路はめちゃくちゃに壊されました。この悲劇は、金掘りが自然とどれほど深く結びついているかを突きつけ、後の環境保護運動のきっかけとなりました。金鉱山が栄えたことで、
町にはいろいろな国の人が集まりました。ロシア系、アイルランド系、そして先住民の人たちが共に暮らす多様な社会が生まれたのです。そこでは毎日、異なる言葉や文化が混ざり合っていました。特に、先住民の女性たちが金の運搬や食べ物の調達で大きな役割を果たしたことは、あまり本には書いてありませんが、語り継がれている大切な歴史です。彼女たちは、湖が凍る時期を利用して、雪上車のような簡単な乗り物を自作し、遠くの鉱山まで物資を届けました。この工夫は、今の北極圏での物流技術の元になったとも言われています。ゴールドラッシュの後は、鉄道がどんどん伸びていきました。1905年に完成したデナリ鉄道は、内陸の町と港を結び、荷物を運ぶ時間を半年からわずか2ヶ月にまで短縮しました。この鉄道では、氷河の溶け水を使った蒸気機関車の試験走行が行われ、自然のエネルギーを使う先駆な例として注目されました。しかし、山を削って線路を通したことで、斜面が不安定になり、数十年後の雪崩のリスクを高めてしまいました。この教訓は、今の時代のインフラ計画において、地質の危険を正しく評価することの大切さを教えてくれています。20世紀の前半になると、アラスカは戦争の重要な拠点となりました。1942年に日本軍による空襲を受けた後、アメリカ軍は防衛線を築き、タルキートゥン山脈にたくさんのレーダー基地や補給所を作りました。極寒の地で設備を動かし続けるための技術は、後の宇宙開発や極地での観測に役立てられました。また、戦時に作られた仮設住宅に退役軍人が住み着いたことで、新しい町ができ、今のフェアバンクス市の人口の土台となりました。戦後、経済の主役は石油と天然ガスに移ります。1968年に発見されたプリンス・ウィリアム・フィールドは、北米最大級の油田となり、州に莫大な富をもたらしました。この開発で、海底を掘る技術が進化し、特に氷の下の岩層を調べる超音波装置は、氷河の研究に新しい方法を提供しました。また、油田の近くの湿地帯で、わずかな油漏れが生態系にどう影響するかという研究が行われ、環境を監視する基準づくりにも貢献しました。1970年代からは、観光業が大きく伸びました。デナリ国立公園を訪れる登山客は毎年数万人に増え、ガイドツアーや動物観察が町の主な収入源となりました。特に、先住民の人が案内するエコ・ストーリーテリングというプログラムは、自然観察と文化教育を組み合わせた新しい形として高く評価されています。ハイキングをしながら、氷河がどうできたか、先祖がどうやって狩りをしていたかという話を聞くことで、参加者はただ景色を見る以上の深い体験ができました。最近では、ドローンや仮想現実の技術を使い、遠くからでも氷河の裂け目や内部をリアルタイムで見られるようになっています。科学の最前線では、1990年代にできたアラスカ氷河研究センターが、氷の芯を分析して、過去80万年分の気候の記録を復元しました。卓氷河の深いところから取った氷には、昔の火山噴火による成分が含まれており、太平洋の火山活動と北極の温度変化に関係があることが分かりました。この成果は、世界な気候報告書にも引用され、地球全体の気候モデルの精度を高めました。また、先住民が季節ごとに記録してきた氷河の様子とデジタルデータを組み合わせたネットワークを作り、今の温度や溶ける速さを公開しています。21世紀に入ると、デジタル技術と伝統な知恵の融合がさらに進みました。2020年に始まった北極データハブというプロジェクトでは、先住民が手書きで残した観測日誌を文字認識技術で電子化し、人工知能を使って過去200年の氷河の変化を自動で分析しました。これにより、バラバラに伝わっていた交渉情報が科学な根拠として認められ、政策に直接生かされるようになりました。このデータは誰でも使えるように公開され、大学や団体が独自の分析を行うことで、地域に合わせた対策が広がっています。法律の面では、2025年に施行されたアラスカ自然遺産保護法により、
氷河周辺の生態系が法に守られることになりました。氷河が溶けて水が減ることや海面が上がることによるリスクを公共事業の審査に必ず入れるようにし、環境への影響評価を厳しくしました。その結果、2028年までに予定されていた大きな鉱山計画のうち4割が基準を満たせず中止となり、代わりのエネルギーへの転換が早まりました。教育の場でも先住民の知恵を取り入れた授業が導入されています。例えば、ジュノー市立高校の氷河学入門では、生徒が実際にキャンプに参加し、長老と一緒に氷の層や音の特徴を学びます。卒業論文では、氷河が溶けることが漁業にどう影響するかといった地域に根ざした課題が選ばれています。また、若者たちが主導するデジタル語彙保存プロジェクトでは、古い言葉と氷河の現象を結びつけた辞書がネットで公開され、言葉の保存と科学の理解が同時に進んでいます。国際な協力では、2029年の北極サミットで、アラスカ州が氷河文化遺産ネットワークの創設を提案しました。カナダやグリーンランド、ロシア、ノルウェーの先住民団体とともに、氷河にまつわる目に見えない文化遺産を守る仕組みを作ったのです。神話や祭り、伝統な氷河の利用法をデジタルで保存し、次の世代に伝えます。さらに、氷河の地下水の流れを追うための小さなロボットの開発も進み、2023年の試作機は、氷の中の小さな隙間に入り込んで成分を測るといううがきな技術として認められました。経済面では、観光と資源利用のバランスが課題です。2021年に発表された氷河エコツーリズム指標では、観光客1人が出す二酸化炭素の量と地域にどれだけ雇用を生むかを数値化しました。環境への負荷が低いツアーだけが認証を受ける仕組みです。これにより旅行者が環境に優しいプランを選びやすくなり、地域経済が回るようになりました。2024年の統計では、認証ツアーの利用者が全体の6割を占め、住民の所得が前年より 7% 上がったと報告されています。最後に、未来への継承として、2035年までに主要な氷河すべてに自動観測ステーションを置く計画が進んでいます。データはブロックチェーン技術で守られ、改ざんできない形で共有されます。先住民が長年見守ってきた地点と、最新の衛星データを統合し、氷の厚さや流れる速さ、溶ける熱量をリアルタイムで計算します。このステーションは太陽光と風力で動き、どんなにひどい天気でもデータを送り続けられる設計です。これにより、氷河の変化を予測する精度は2倍以上に上がり、防災計画や漁業管理にすぐに役立てられることが期待されています。まとめると、ロシアの植民地時代からアメリカによる買収、ゴールドラッシュ、石油開発、そして先住民の知恵と科学の融合という重なり合った歴史が、アラスカを単なる資源の宝庫ではなく、地球規模の環境課題に挑む実験場にしました。氷河は過去と未来をつなぐ橋であり、その変化は私たち人間の行動と深く結びついています。先住民の精神な価値観と最新のデータサイエンスが手を取り合うことで、持続可能な開発と文化の保護を両立させることができるでしょう。この物語は単なる記録ではなく、次世代への道しるべとなるはずです。次回は、北極圏全体の氷の動きと、そこに暮らす多様なコミュニティの関わりについて、さらに深く掘り下げていきます。持続時間から氷の厚さを推定する技術を学び、足場の安全性を判断するために生かしました。これは、近郊開発と環境への理解が同時に進化した、珍しい例と言えるでしょう。金の採掘は、経済を豊かにする一方で、自然への負荷も明らかになりました。採掘現場で使われた水銀は、氷河の溶けた水に混ざり、川の生態系にたまりました。20世紀の半ばになると、先住民の漁師たちが水銀による健康被害を訴え、州政府は初めて環境への影響を調べる制度を考え始めました。その結果、1975年にアラスカ水質保全法ができ、金属の汚染物質を出す基準が厳しくなりました。採掘をする会社は、水をきれいにする施設を作ることを義務付けられました。
この法律の改正は、先住民の声が政策に反映された最初の成功例として、世界中の環境運動に大きな影響を与えました。氷河を研究する視点から見ると、19世紀の終わりから20世紀の初めにかけて、氷河が後退したことと近郊開発は深くつながっています。採掘のための道路建設や露天掘りは、氷河の端に人工な熱を加え、その場所の溶ける速度を早めました。1902年にカナダのアルバータ大学の探検隊が撮った写真と、1880年代のロシアの測量隊が描いた地図を比べると、同じ氷河の先端が平均で約150メートル後退していることが分かりました。このデータは、産業活動が氷河の動きに直接影響を与えることを示す初期の証拠として、今の気候変動研究でも引用されています。また、先住民が語り継ぐ氷河の神話にも注目すべき点があります。イヌイットの伝承では、巨大な氷の巨人、シル、プチが、季節ごとに姿を変えることで、海の流れや風の向きを決めているとされています。この神話は、実際に氷河の表面で聞こえるひび割れの音が、風の方向を示す自然現象と重なることが指摘されています。2022年に行われたフィールド実験では、先住民の長老が指導した氷鳴り儀式の際に測定された音波のスペクトルが、氷層内部の細かい割れ目を見つける新しい非破壊測定方法として、学術誌に掲載されました。このように、文化な知識と最新の測定技術が融合することで、氷河モニタリングの新しい可能性が広がっています。経済な転換点として、1990年代以降の石油ブームも見逃せません。プリンストン湾での大規模な油田開発は、地域の雇用を大幅に増やしました。しかし同時に、氷河の溶けた水が地下の輸送に入るリスクも生まれました。1998年のエンバロン事件では、油漏れが氷河の下層の凍土帯に広がり、数十キロメートルにわたる土壌汚染が確認されました。この事故をきっかけに、石油会社と先住民自治体が共同で、氷河リスク評価センターを作りました。以来、油田開発計画ごとに氷河への影響をシミュレーションすることが義務付けられました。シミュレーションでは、有限要素法と氷河の熱伝導モデルを組み合わせ、数十年先までの氷河の堆積変化と地下水の流れを予測します。その結果、2024年に始まった新しい油田プロジェクトは、従来の方法と比べて二酸化炭素の排出量を約3割減らし、氷河保護ゾーンへの侵入リスクを最低レベルに抑える設計が実現しました。教育や文化継承の面でも、近年の取り組みは多岐にわたります。2027年にフェアバンクスの大学が設立した氷河文学研究センターでは、先住民の死化と氷河変動の歴史を結びつける共同研究が進められています。学生たちは、古い文献に記された氷の涙という表現が、実際に氷河表面の溶けた水滴を指す自然観測であったことを証明しました。これにより、文学と科学の新しい領域が生まれています。また、同センターが主催する年次シンポジウムでは、世界各地の氷河地域から招かれた研究者と先住民リーダーが集まり、氷河遺産の保存方法や観光資源化の倫理課題について議論を交わしています。これにより、国際なベストプラクティスが共有されています。未来展望として注目すべきは、AI を活用した氷河予測プラットフォームの実装です。2029年に完成したこのプラットフォームは、衛星画像、ドローンによるレーザー測量、地下音波探査データを統合し、機械学習アルゴリズムで氷河の崩壊リスクをリアルタイムに算出します。予測結果は、地方自治体の防災マップに自動に反映され、住民はスマートフォンアプリで警報を受け取ることができます。さらに、プラットフォームは先住民が長年蓄積してきた観測地点情報を時系列タグとして扱い、AI がそのタグを学習することで、従来の数値モデルでは捉えきれなかった微細な変動を補足します。このように、デジタル技術と先住民の知恵のシナジーが実装段階に入ったことで、
アラスカの氷河管理は新たな転換点を迎えています。以上の諸要素を総合すると、アラスカの歴史は単なる資源開発の軌跡ではなく、先住民文化、科学技術、環境政策が互いに作用し合う複層なドラマであることが浮き彫りになります。2023年に始まった北極海氷観測船アークティック・ヴァンガードの航海記録を例に、最新の海氷変動と沿岸部コミュニティの適応戦略を検証します。この船は米国海洋大気庁とアラスカ先住民委員会が共同で運用し、毎月30回以上のドローン測量と自律型音響探査を実施しています。取得したデータは、氷棚の厚さが過去10年で平均12センチ減少したことを示すと同時に、新たな海流の形成を明らかにしました。これに呼応し、カナダ、ユーロピアン、インディアン連合が2025年に策定した氷上交通安全指針は、氷上道路の設計基準を従来の15センチから10センチへ引き下げ、車両重量制限を導入することで事故率を3割削減しました。気候変動への地域主導の緩和策として、2019年に始まったグリーン・パイオニア・プロジェクトでは、先住民の伝統な熱交換技術を応用した低温システムが、遠隔集落で電力消費を年間2割5分削減する実証実験を実施しました。このシステムは凍土層に埋め込んだ熱交換パイプと火気の淡水を利用した自然冷却循環を組み合わせ、二酸化炭素排出ゼロを目指すモデルケースとして国際エネルギー機関に評価されました。観光面では、2028年にリリースされた拡張現実アプリ、氷河語りが、氷河表面をスマートフォンで撮影すると先住民の交渉歴史や化学変遷を3次元映像で提示し、文化遺産への理解を促進しています。州政府はこのアプリを公立学校のカリキュラムに組み込み、子どもたちが自ら氷河観測に参加できる学生氷河モニタリングプログラムを展開中です。さらに、2022年に締結された日米アルゴンヌ協定は、北極圏の海氷保全を目に共同で二酸化炭素捕捉、貯留施設建設を支援する枠組みを提供しました。2026年に完成した最初の施設は、年間約120万トンの二酸化炭素を地下凍土層に封じ込め、地域の温暖化抑止に寄与しています。これらの取り組みは、資源開発と環境保全が共存できる新たなモデルとして、他の北極諸国にも波及しています。以上の事例は、アラスカが直面する課題に対し、科学、技術、先住民知恵、国際協力が交錯する複合解決策を提示していることを示唆します。